皆さんこんにちは。Power Up Your Web Life with Types っていう内容で発表させていただきます。ペンと言います。よろしくお願いします。まず最初に軽く自己紹介させてください。僕はこういうトリッキーなコードを書くのが好きです。水槽に見えるのとハートに見えるのは絵じゃなくて Ruby のコードになってます。あとコードタクトという会社で働いているのと、今年の2月からRuby の IRB とリラインのメンテナーになりました。右に写っているのが僕と一緒に住んでいる白い文鳥です。今日はレプル IRB の話っていうことなんですけど、IRB って多分僕が一番最初に Ruby を始めた時にRuby ってどんなんだろうと試すのに使ったツールです。そして Ruby の新しい機能を試したり、インストールしたジェムを試すときに使ったりもするし、電卓の代わりに使ったり、ファイルに書くほどではない小さいコードを書くときとか、あとは Rails コンソール仕事で使ったりと、ほぼ毎日使うツールなんじゃないかなと思います。そんな IRB なんですけど、僕はその中でもオートコンプリーション機能が好きです。なんですが、IRB の今のオートコンプリーションってメソッドチェーンすると正しい保管候補を出せなくて仕方ないので、ありとあらゆるクラスの全てのメソッドを出してしまったり、それがちょっとパフォーマンスに問題があるということで、最新の IRB ではメソッドチェーンの保管は出せないようになってしまいました。悲しいですね。でももしですよ、メソッドチェーンだったりブロックのパラメーターだったり、それ以外もいろいろとメソッド保管が効いたらどうでしょう。例えば文字列の場合、右上に見える青背景の部分に注目していてください。ストリングドットチャーズで配列になって、ジョインでストリングに戻る。そしてストリングなのでアップケースとストリングのメソッドが保管されたらどうでしょう。便利じゃないでしょうか。あと他にもn.times.map、 このマップにシンボルを渡すときにちゃんとインテジャーのメソッドが出てくれたら嬉しいですよね。一度 2s で文字列の配列にしてみてマップすると、ちゃんと文字列のメソッドアップケースが保管できたらすごい便利なんじゃないでしょうか。他にも each with index で、1つ目のパラメータがストリングだったり、2つ目がインテジャーだったりとか、それ以外にもブロックの中でローカル変数を定義したときにも、それにもちゃんとメソッド保管が効いたらすごい便利だし楽しいんじゃないかなと思うんですよ。またちょっと別の例として、シンボルに対してインスタンスイーバルとすると、このブロックの中ではセルフがシンボルになるはずなので、ここでちゃんとシンボルにしかないメソッド ID2 ネームが保管できたり、それの返り値がストリングになっているということで、インスタンスイーバルエンドドットでストリングの保管ができたらすごい便利、いいんじゃないかなと僕は思うんですよ。 Ruby 会議で、今見せたデモなんですけど、僕が今作っているカタカタ IRB というジェムで実際に動きます。ジェムインストールしていただいて、 IRB の中でリクワイアカタカタ IRB と書くか .IRBRC に書くと今すぐ試すことができます。名前なんですけど、カタっていうのは日本語でタイプのことで、カタカタっていうのはキーボードをカタカタとタイプする擬音語になっています。今日のトークではこのカタカタ IRB の話をするんですけど、それをすごくシンプルにして最低限メソッドチェーンだけを保管できるサンプルのリポジトリ、トイタイプドレプルっていうのを作ったので、そちらの解説をしつつ、プラスアルファでカタカタ IRB がどういうことをしているのかっていうのを話せたらなと思います。その前に今の IRB の保管がどういうふうにやっているのかっていうのをおさらいしていきたいと思います。IRB っていうのは同じく Ruby の標準ライブラリのリラインと役割分担、こういう感じでしています。リラインが複数行エディターを、複数行編集を提供していて、ターミナルの画面にテキストを描画したり、キー入力を
キー入力をとか他のダイアログの制御をしたりとかしていて、 IRB の方はリラインをライブラリとして使っていて、リライン .read マルチライン複数行読み込んで、それを eval 評価する、プリントするっていうループを回しています。この頭文字を取って IRB みたいなプログラムのことをレプルっていうんですけど、IRB ではシンタックスハイライトとかオートインデントとか自動保管の情報とか、そういうのをリラインに提供しています。で、具体的に IRB にこういうコードを入力したときにどういうことが起きるのかっていうのを見てみましょう。まず 10.a のところにカーソルがありますよね。この時にリラインが保管対象である 10.a ターゲットと、その前と後ろプレポージングポストポージングの3つの部分に分割します。それを IRB の方ではターゲットが 10.a だったら 10.abs、10.allbits ハテナとかのメソッド保管を候補を配列で返すようにしていて、それをしているコンプリーションプロックっていうのをリラインに対して設定しています。このコンプリーションプロックの中で具体的に何をやってるかっていうと、正規表現で判定してるんですよ。例えば鍵括弧ドットだったら配列のメソッドを出すし、クォートの後にドットがあればストリングのメソッド保管を出す。そして数値の後にドットがあればニューメリックのメソッドを出してるんですが、これって多少無茶で、例えばこういうコードに対してどういう保管を出したいでしょう。まずハッシュかもしれないですよね。メソッドに渡したブロックかもしれない。そしてパーセントリテラルのストリングかもしれないし、配列かもしれない。ラムダかもしれないですし、いえ、ちょっと待ってください。パーセントリテラルのストリングかもしれない。そう、何でもありなんですよ。なので、ちゃんと Ruby のパーサーを使ってパースしてやらないといけないんですよ。リッパーとかアブストラクト、シンタックス3を使って。ということを踏まえて、メソッドチェーンの保管をするためにするべきことはこの3つのステップです。一つは IRB に入力しているコードっていうのは不完全なコードなので、それに対してどうにかして公分岐を手に入れる。そしてそのメソッドチェーンのレシーバー部分が何になるのかっていうのを Ruby の型情報 RBS を使って判定していると。それを使って IRB の自動保管ロジックを上書きすれば完成します。サンプルリポジトリのトイタイプドレプルの URL は右下にこの先も出しておくので、よければ見てください。まず最初のステップ、不完全なコードの公分岐なんですけど、こういうコードを IRB に入力した場合、Ruby3.2 からはアブストラクトシンタックス3にエラートレラントトゥルーっていうオプションがついているんですけど、今のと 3.2 の段階ではまだちょっとこの用途には不十分でしたが、金子さんがやってくれるので 3.3 からはできるんじゃないかと思います。今ちょっとこれ使えないので代わりに何か考えないといけないんですが、カーソルよりも前の部分にシンタックスエラーがないと仮定すると IRB に入力している場合は大体満たしてるんじゃないかなと思うんですけど、この後ろに足りないトークンドットなので足りないメソッド名と足りないトークンを足せばどうにかパースできると思うんですけど、さてこれどうやったらいいでしょうか。 IRB ってもう実はこれとやりたいことと本質的には同じようなことをすでにやってるんですよ。オートインデントで if do とか開き括弧が来たらインデントが深くなるし浅くなると。コードにするとこんな感じです。リッパーを使ってまずトークンに分けます。それを前から順番に見ていって、開き括弧や if do だったらプラス1するし、エンドや閉じ括弧だったらマイナス1すると。それをちょっと変えてインデントレベル0だったのを配列にして、開き括弧が来たら対応する閉じ括弧をプッシュして、if do が来たら対応する閉じエンドを配列にプッシュする。そして閉じのエンドや閉じ括弧が来たらそれからポップするようにすると、最後に配列に残っているのが逆順で入っているのが足りないトークンの括弧エンドになるという感じです。これちょっとトイタイプとレプルのためにすごくシンプルにしたもので、 Ruby にはちょっといろいろと難しい構文があって、例えば while の後の do がどこにかかっているのか分かりにくいとか、メソッド定義がメソッド名がキーワードになったり、いろんなところにコメントとかが書けたり、エンドがなかったりとか、ヒアドキュメントを組み合わせるといろいろと複雑なのが書けたりとかするので、そういうのを対応しようと思うと10倍くらいのコ
コードが必要になりますが、今日の金子さんの発表で紹介があった while の後にエンドレスデフを書くやつは残念ながら動きませんでした。はい、話を戻しまして、こうやって、足りないトークンを足してやるとリッパーを使ってS 式にパースして S 式を手に入れることができます。この代わりにアブストラクトシンタックス3を使ってももちろんいいんですし、その方がむしろいいと思うんですけど、今回はリッパーを使ってしまったのでそのままいきました。ここでカーソルの位置が3行目の34文字目にあるということを覚えていてください。手に入れた S 式がこうなるんですけど、下の方に先ほどの3の34という数字が見える、この周辺にあるのが欲しいメソッドチェーンと、そこの中の囲ってある部分が本当に手に入れたいレシーバー部分になります。これを手に入れていきましょう。コードにする、これは再帰関数を使うと比較的簡単にできます。まず S 式がメソッドコールのパターンに合っていて、かつカーソルの位置だったらそれを返すし、そうじゃなかったらS 式配列なんですけど、これの中を全部再帰的に見ていくとこれくらいのコードで書くことができます。でこのメソッドチェーンのレシーバー部分の S 式がこちら手に入れることができました。背景に見えるのがトイタイプとレプルの該当するコードです。ではステップ2、この S 式のレシーバー部分が何になるのかを RBS 使って評価していきましょう。これはこんな感じのコード、パターンマッチを使うとこんな感じで書けます。まず S 式がリテラルにマッチしていれば、リテラルであればそれに対応するストリングクラスだったりインテジャークラスを返し、コンストとかの参照だったら実際にコンストゲットしてしまってそのクラスを返します。ローカル変数とかも同様に実装します。そしてメソッドコールだった場合はそのレシーバーを再帰的にこのメソッドを使って評価して、そのクラスに対してこのメソッド名を呼んだときに何が返るのかっていうのを RBS を使って調べていけばいいです。一つ注意点としては、Ruby のメソッドって複数の型定義があって、型のメソッドのパラメータとかでどれを選ぶべきかっていうのは決まるんですけど、トイタイプとレプルでは楽をするためにこれは無視して候補が複数あるということで配列を返すようにしました。ではこのメソッドリスポンスタイプスっていうメソッドを実装していけば OK です。これは RBS のリポジトリの README にちょうどいいサンプルコードがありました。ストリングの G-sub メソッドの定義をプリントするものがあるんですけど、これをちょっと変えてやるとストリングの G-sub がストリングかエナムレーターを返すというのが分かるので、こちらからコンストゲットしてやると、ストリングの G-sub が返し得るクラスの一覧を返せるので、このメソッドリスポンスタイプスというメソッドを実装することができます。こんな感じです。そしてステップ3、IRB はコンプリーションプロックっていうのをリラインに対してセットしてるんですけど、この代入が IRB の新しいセッションを始めるたびに実行されるので、 IRB の中でもう一度 IRB を立ち上げるセッションを始めるとリセットされたりとかしてしまうので、両方上書きしてもいいんですけど、ここでは手取り早くコンプリーションプロック自体のコールメソッドを上書きすることにしました。こんな感じです。そしてメソッド J のレシーバー部分のどういうクラスになるのかっていうのをリストアップして、それらのインスタンスメソッドをリストアップします。インスタンスメソッド一覧から保管候補を出します。これでステップ3も完成。これがだいたい150行くらいでできます。実際に動かしてみましょう。n がインテジャーで n.abs 絶対値はインテジャーを返すので abs は何度でもこのようにつなげることができます。ここで一度 .chr でストリングにしてみましょう。そうすると今度は A で abs じゃなくて文字列にしかない ASCII オンリーハテナが保管に出ました。文字列の場合も Ruby 会議 .jars. 配列にしてリバースで逆転して J でジョインメソッドでストリングに戻って、今度 R を出すと今度はストリングの方のリバースメソッドがちゃんと保管できました。はい、動きましたね。
でもですよ、もうちょっと強力な保管したいですよね。カタカタ IRB ではそのためにもうちょっといろいろやってます。例えば変数のスコープ、この例だと A がインテジャーになっているところを if の中で A がストリングに上書きされてます。なので if の中では A にストリングの保管を出すんですが、この if を抜けた後、この if の中で A がストリングに変わったっていうことが起きたかもしれないし、if が実行されずに起きなかったかもしれない、この2つの分岐があるので、それをマージすることで最終行では A がインテジャーのままっていうのとストリングの2つの状態、2つのユニオンになります。これは変数のスコープとか分岐とかを表現するクラスを適切に作ってやると、こんな感じの DSL で比較的簡単に書くことができるようになります。A にインテジャータイプを入れて、スコープ .conditional の中で A にストリングを入れると、その中ではストリングタイプになってるんですけど、do エンドを抜けるとインテジャー or ストリングタイプになると。if じゃなくて、if else の2つの分岐とかも run branches っていう DSL を使ってこんな感じで実装することができます。最初フロートタイプ入れてるんですけど、run branches で渡した2つの分岐がどちらか必ず実行されるので、フロートだったっていう情報は消えて、最後にはインテジャーかストリングになっていると。先ほど紹介したコンディショナルっていうのも run branches 使うと、渡されたブロックと何もしない無のブロックの2つの分岐っていうことで感じで実装できます。これにブレイクとかが入ると途端に話はちょっとややこしくなります。ちょっと上から順番に見ていきます。まず最初 A がインテジャーですね。ここで B がインテジャーっていう新しい変数スコープを作りました。B がストリングに上書きされます。で if の中で新しくコンディショナルな分岐が作られて、ここで A がストリングに上書きされました。ここではストリングのメソッド保管を出しますよね。ここのブレイクが厄介で、この if の分岐が終了するだけではなくて、ブレイクでハローっていうシンボルをブレイクしたことによって A.times がシンボルを返すかもしれないっていうのをちょっと記録しておきます。あと A がストリングだったっていうのはどっかにブレイクでこの if 分岐が終了するとね、どっか消えてなくなるんじゃなく A.times が終わった直後に反映されるというのも記録しておきます。ここの if が終わった後では中で起きた変更をマージしないといけないんですが、この if は終了しちゃってるのでブレイクで何もすることはない。ここでは A はif の中で何も変更が起きなかった場合ということでインテジャーのままです。で最後にここでシンボルに上書きしてみましょう。そうすると A.times を抜けた後ではいろんなこの中で起きた変更をマージしなきゃいけないんですけど、まず A がシンボルになったっていう分岐がありましたね。そして A がストリングになった後でブレイクしたっていう分岐があります。あと A.times の中に渡したブロックっていうのは実行されたかもしれないしされなかったかもしれないんですよ。例えば 0.times だったら実行されないと。なので実行されなくて A がインテジャーのままだった、A に変更がなかったっていう分岐がある。その3つをマージすると最終行ではシンボル、ストリング、インテジャーになると。他にも Ruby のメソッドはブロックの有無とか引数の型とかで返り値が変わったり、型パラメータっていうのもあるので、インテジャーの配列とストリングの配列を足したときに何が変えるのかっていうのはアレイのプラスメソッドの定義を見ると未知の型パラメータ U っていうのを使った定義がされていて、 U が何かっていうのをこの場合ストリングだっていうのを特定したことによって、この足し算の返り値がインテジャーとストリングのユニオンの配列になっているという判定することができます。でここまでやるとこういうよくわからない複雑そうなところ入力でもいろんなところでメソッド保管が動くようになります。配列だったり最後ではアレイ、インテジャー、ストリング、ニルどれかとか。あとカタカタ IRB 使うと良い点として、自分のプロジェクトの
中での SIG ディレクトリにちゃんと自分で型を書いている場合は、こんなふうに書いている場合は Rails コンソールの中でも user.first find1 に email っていう保管が出たり、それがストリングだっていうのが分かったりとか、 ID がインテジャーっていうのが分かったりとか、find の引数を複数に増やすとこの配列が配列になるっていうことで配列のメソッド保管を出せたり、それに対して first.email とかを出したりとかするようになります。型を書いたことでエディターで自分でコードを書くときじゃなくてコンソールから使うときにも恩恵を得られるというのがいいんじゃないかなと。あとはジェムをリクワイアした場合もそのジェムにちゃんと型定義がついていて、かつ RBS コレクション .yaml の設定をちゃんとしている場合は、例えばリクワイア偽名、これは日本語版のフェイカージェムみたいなものなんですけど、これを使って偽名 .address ランダムなアドレスを生成して a.prefecture.k 漢字カタカナっていうのが出たってことはローマ字っていうのもあるのかな、ありました。そしてシティの方にもローマ字メソッドあるかな、ありましたというのが保管できたりします。長野県松本市、はい、こんなカタカタ IRB なんですけど、いくつかいろいろと実装できないこともあって、例えばタップル型とかレコード型はできていません。なので仕方なく配列にフォールバックしたりとかしています。そしてドットイズハテナで型を絞り込むとかそういうこともできていないんですが、それでもIRB に入力するような短いコードの範囲であればなかなかいい保管ができてて便利で楽しいんじゃないかなと思います。なので皆さんもよければカタカタ IRB を入れてみていいカタカタライフを送りましょう。ご清聴ありがとうございました。